今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。恐怖と安らぎが交差する物語を通して、眠りの世界へと導くホラーの朗読をお届けします。この動画は、オリジナルストーリーを8話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。新しい家の怪奇現象。藤田真美は、家族と共に新しい家に引っ越してきたばかりだった。新しい環境に対する期待と不安が入り混じる中、彼女はこの新しいスタートに胸を膨らませていた。しかし、引っ越し直後から家の中で奇妙な音や気配を感じるようになった。はじめは気のせいだと思っていたが、その不気味さは日に日に増していった。夜中に聞こえる足音や、誰もいないはずの部屋からの物音に、真美は次第に不安を募らせた。寝室の壁を叩くような音や、廊下を歩く足音が深夜に響くたびに、彼女の心臓は激しく鼓動した。真美はベッドの中で目を見開き、暗闇の中で耳を澄ました。誰もいないはずの部屋から聞こえる物音に、彼女は恐怖を感じるようになった。家の中の奇妙な現象は昼間でも続き、真美は一人で家にいるのが怖くなってきた。ある日、キッチンで料理をしていると、背後で誰かが歩く音が聞こえた。振り返ると誰もいない。真美はその場に立ち尽くし、冷や汗が背中を流れた。そんな日々が続く中、真美は次第に精神的に疲弊していった。家族に相談しても、気のせいだよ。疲れているんだよ。と言われるばかりで、誰も彼女の話を真剣に受け止めてくれなかった。真美は孤独感を抱えながら、不安な日々を過ごしていた。そして、ある夜、真美は最も恐ろしい体験をすることになる。寝室で眠りにつこうとしたとき、突然体が動かなくなった。金縛りの状態に陥った真美は、目を見開いたまま、身動きが取れなくなった。恐怖に震えながら、彼女は何とかこの状況から抜け出そうと必死になった。しかし、次第に目の前に不気味な影が見えるようになった。その影は徐々に近づいてくる感覚を真美は味わった。真美は、初めての金縛りに襲われたその夜を忘れることができなかった。目の前に見える不気味な影が次第に近づいてくる感覚は、恐怖そのものだった。真美は身動きできず、ただその影を見つめることしかできなかった。影が近づくにつれ、真美の心臓は激しく鼓動し、息が詰まりそうになった。突然、耳元で、助けて。という囁き声が聞こえた。真美はその声に凍りつき、全身が冷たくなった。囁き声は女性のものだったが、その声には絶望感が滲んでいた。真美は何とか声を出そうとしたが、喉が引きつり、言葉が出てこなかった。影はさらに近づき、真美の顔のすぐ近くで止まった。彼女はその影の中に見える女性の顔を見た。青白い顔、うつろな目、不気味な笑みを浮かべたその顔は、真美の恐怖をさらに増幅させた。翌朝、真美は金縛りが解けた後の疲労感と恐怖の記憶に苛まれながら目を覚ました。彼女はこの出来事を家族に話さなければならないと感じた。朝食の時間に、真美は家族に昨夜の出来事を打ち明けた。昨夜、金縛りにあったの。そして、不気味な影が見えて、耳元で、助けて、で囁かれたの。と真美は震える声で言った。父親の和也は驚いた顔をしたが、
冷静に答えた。それは疲れているせいじゃないか。新しい環境になれるのには時間がかかるから。と和也は言った。マミの母親も。そうね。きっと気のせいよ。ゆっくり休んで。と優しく言ったが、マミは納得できなかった。その夜、マミは再び金縛りにあった。目を開けると、またしても不気味な影が見えた。影は前回よりも早く近づいてきた。耳元で再び、ねえ、助けて。という囁き声が聞こえ、マミは恐怖で体が硬直した。影はマミの顔の近くで止まり、その冷たい手が彼女の方に触れた瞬間、全身に鳥肌が立った。連日の恐怖にマミは精神的に追い詰められていった。彼女は眠ることが怖くなり、夜が来るのを恐れるようになった。マミは家族に再び相談するが、同じ体験をしていない家族は理解を示すことができなかった。もう限界だわ。誰かに助けてもらわないと、このままじゃおかしくなってしまう。とマミはつぶやいた。彼女はインターネットで霊能者を調べ、家族に相談することを決めた。彼女の状況を理解してもらうために、詳細に説明する準備を整えた。家族はマミの話を真剣に聞き、彼女の恐怖を理解しようと努めた。父親の和也も、娘のために何かできることを探そうと考え始めた。最終的に、マミの提案に同意し、霊能者の杉本を訪れることを決めた。マミと家族は、霊能者の杉本のもとを訪れることにした。杉本は長年の経験を持つ霊能者で、多くの人々を助けてきた。彼の評判は高く、マミは彼に救いを求める気持ちでいっぱいだった。杉本は落ち着いた声でマミの話をじっくりと聞き、彼女の恐怖と不安を理解しようとした。あなたが感じているものは、ただの気のせいではありません。と杉本は言った。この家には何かがいるようです。その何かがあなたに助けを求めているのかもしれません。マミは杉本の言葉に恐怖を感じつつも、少しだけ安堵した。彼女の感じていたことが現実であると認められたからだ。杉本はマミの家全体のお祓いを提案した。彼は、家の中にいる霊的な存在を浄化し、マミが平穏を取り戻せるようにするための儀式を行うと言った。家族全員が参加し、家のお祓いが行われることになった。儀式の日、杉本は家族を詰め、準備を整えた。家の各部屋にお香を焚き、祈りの言葉を捧げることで、霊的な存在を浄化しようとした。マミは緊張しながらも、杉本の指示に従い、一心に祈りを捧げた。儀式の最中、マミは再び金縛りに襲われた。しかし、今回は杉本の力を感じながら、その恐怖に立ち向かうことができた。彼女の体は動かなくなったが、心は冷静さを保っていた。杉本の祈りの言葉が響く中、マミは耳元で再び、助けて。という囁き声を聞いた。杉本は祈りを続け、マミの周りに何かが変わっていくのを感じた。突然、マミの体は軽くなり、金縛りが解けた。彼女は目を開け、周囲を見回したが、影は消えていた。家の中は静まり返り、不気味な気配は感じられなかった。儀式が終わった後、杉本はマミに、これで大丈夫です。もうあなたを苦しめるものは去りました。と優しく言った。マミは深い安堵感に包まれ、涙を流した。家族もまた、彼女の恐怖が解消されたことに喜びを感じた。家に帰ったマミは、その夜初めて安心して眠ることができた。金縛りや不気味な影に悩まされることはもうなかった。家族も平穏な日常を取り戻し、マミの笑顔が戻った。彼女はこの体験を通じて、
霊的な存在の影響を強く感じるようになった。そして、霊能者の力を信じるようになった。杉本に感謝の気持ちを伝え、これからも自分と家族を守ってくれるよう祈り続けた。マミの心にはもう恐怖は残っていなかった。彼女は新しい家での生活を楽しむことができるようになり、未来に向かって前向きに進む決意を新たにした。家族との絆も深まり、彼女はこの経験を通じて多くのことを学んだ。マミは、霊能者の杉本によるお祓いで一度は平穏を取り戻したかに見えた。しかし、数週間が経つと、再び不気味な現象が起こり始めた。夜中に聞こえる足音や物音が再び現れ、マミの不安は再燃した。彼女は再び恐怖に包まれ、眠ることが怖くなった。ある夜、マミは再び金縛りに襲われた。目を開けると、以前よりもはっきりと見える不気味な影が目の前に立っていた。影は徐々に近づいてきて、冷たい手がマミの肩に触れた。その瞬間、マミは全身に鳥肌が立ち、声を出そうとしても喉が引きつり、言葉が出てこなかった。耳元で、助けて。という囁き声が再び聞こえ、マミは恐怖で体が硬直した。翌朝、マミは再び家族に相談することにした。家族は驚きと不安を抱きながらも、マミの話を真剣に聞いてくれた。父親の和也は、これは一度杉本さんに再度相談する必要があるかもしれない。と言った。家族全員がこの状況を重く受け止め、再び杉本の元を訪れることに決めた。杉本はマミと家族の再訪を歓迎し、再び話を聞いてくれた。杉本は家の中にまだ浄化されていない霊的な存在が残っている可能性を示唆し、さらに強力な儀式を提案した。杉本は家族全員に協力を求め、全員が心を一つにして祈ることが必要だと言った。儀式の日、杉本は再び家族を集め、家の中を香で満たしながら祈りを捧げた。マミは緊張しながらも、杉本の指示に従い、一心に祈りを捧げた。家族全員が手を取り合い、共に祈ることで、家全体に平穏をもたらすことを目指した。儀式の最中、マミは再び金縛りに襲われたが、今回は恐怖に負けることなく冷静でいられた。杉本の祈りの言葉が響く中、マミは耳元で、助けて。という囁き声を再び聞いたが、今回はその声に対して恐怖よりも同情の気持ちを抱いた。影は再び近づいてきたが、マミは冷静にその存在を見つめた。突然、影は形を変え、マミの目の前に現れたのは一人の女性の姿だった。女性の顔には悲しみと苦しみが浮かび、彼女は静かに涙を流していた。マミはその姿を見て、彼女が何かを伝えたがっていることを理解した。杉本は祈りを続けながら、その女性の霊に語りかけた。あなたの苦しみを解放し、この家族を解放してください。安らかな場所へ行く時が来ました。その言葉に応じるように、女性の霊は静かにうなずき、やがて姿を消した。儀式が終わると、マミは深い安堵感に包まれた。家の中の不気味な気配は消え去り、再び平穏が訪れた。家族全員が安心し、マミの笑顔が戻った。彼女はこの体験を通じて、霊的な存在の影響を強く感じるようになり、霊能者の力を信じるようになった。杉本に感謝の気持ちを伝え、これからも自分と家族を守ってくれるよう祈り続けた。マミの心にはもう恐怖は残っていなかった。彼女は新しい家での生活を楽しむことができるようになり、未来に向かって前向きに進む決意を新たにした。霊能者の杉本による強力なお祓いの儀式の後、
藤田真美の家は再び平穏を取り戻した。儀式の中で見た悲しげな女性の霊が何か未練を抱えていたことを真美は理解し、その解放に成功したことに大きな安堵を感じていた。それ以来、家の中で不気味な現象が起こることはなくなった。真美は夜も安心して眠ることができるようになり、金縛りや囁き声に悩まされることはもうなかった。彼女は新しい家での生活を心から楽しむことができるようになった。家族もまた、平穏な日常を取り戻したことに喜びを感じていた。父親の和也は、杉本さんのおかげで本当に助かったな。あの儀式がなければ、どうなっていたかわからない。と感謝の言葉を口にした。真美も同感で、杉本に感謝の手紙を書き送った。この体験を通じて、真美は霊的な存在の影響を強く感じるようになり、霊能者の力を信じるようになった。彼女は霊的なものに対する敬意を持ち、その存在を軽視することなく、自分と家族を守るための知識を深めることを決意した。月日が流れ、真美は新しい家での生活に完全に慣れ、日々の喜びを感じながら暮らしていた。彼女はこの体験を通じて、家族との絆がさらに深まったことを実感していた。家族の支えとともに、恐怖を乗り越えた経験は真美にとって大きな成長となった。ある日、真美はふとしたきっかけで杉本のもとを再訪した。彼女は再度感謝の気持ちを伝え、もしまた何かあったら、お願いします。と笑顔で言った。杉本は静かにうなずき、いつでもお力になりますよ。と答えた。真美は、これからも自分と家族を守るために、霊的な知識を深めていくことを誓った。彼女は新しい家での生活を楽しみながら、未来に向けて前向きに進んでいった。平穏な日常と家族の絆が、彼女の心を支えていた。この体験を通じて、真美は人生において困難に直面しても、それを乗り越える力を持つことができると信じるようになった。彼女の心にはもう恐怖はなく、希望と信頼が満ちていた。夜の塀に座る影。高橋真一は毎晩、仕事から帰宅する際、家の近くのブロック塀に座る奇妙な女性を見かけるようになった。彼女はいつも同じ場所に腰掛け、古びた和服を着ている。顔は影に隠れてよく見えないが、冷たい風のような不気味な雰囲気が漂っていた。真一は最初、その女性に対して特に注意を払っていなかった。しかし、彼女がいつも同じ時間に同じ場所にいることに気づくと、次第に彼の心に不安が募り始めた。ある晩、真一は帰宅途中に女性が座っている場所を避けて通ろうとしたが、その晩に限って彼女の姿がないことに気づいた。奇妙なことに、彼女は少し離れた場所に移動していた。不気味な予感に包まれた真一は、その日以降、女性が彼の家に近づいてきているような気がしてならなかった。毎晩、彼女は少しずつ移動しており、真一の家に向かっているように見えた。真一は次第に恐怖を感じ始め、家に帰ることすら怖くなっていった。ある晩、真一は決心を固め、その女性に直接話しかけることにした。彼は勇気を振り絞り、彼女に近づいていった。しかし、女性が振り向いた瞬間、彼女の姿は突然消えてしまった。まるで幻のように。驚愕した真一は、翌日、近所の人々にその女性について尋ねることにした。すると、数年前に交通事故で亡くなった女性が、その場所でいつも待っていたという噂を耳にした。彼女は愛する人を待ち続けていたのだ。真一は、
自分が見た女性がその霊であることを悟り、彼の心には得体の知れない恐怖が残った。その夜以来、彼はもう二度と彼女を見ることはなかったが、彼女の冷たい視線は、彼の心に深く刻まれ続けた。新一は、その後も毎晩同じ道を通り続けたが、女性の姿を見ることはなかった。彼は一時的に安堵し、日常生活に戻ろうと努めた。しかし、心の奥底には常に不安が残り、女性のことを完全に忘れることはできなかった。ある晩、新一は帰宅途中に友人の鈴木に偶然会った。鈴木は心霊現象に詳しく、新一の話を興味深く聞いてくれた。鈴木は、その女性の霊を成仏させるためには、彼女の願いを叶える必要があるかもしれない。とアドバイスをくれた。新一は半信半疑だったが、何か手がかりをつかむために、彼女が座っていたブロック塀の近くを調べてみることにした。彼は懐中電灯を持ち、夜遅くにその場所に向かった。塀の周りを調べていると、新一は地面に古びた手紙を見つけた。その手紙は、事故で亡くなった女性が愛する人に宛てた最後のメッセージだった。手紙には、いつまでも待っています。どうか無事でいてください。と書かれていた。新一はその手紙を手に取り、女性の魂を成仏させる方法を考え始めた。彼は、手紙の内容から彼女の願いが愛する人と再会することだと悟り、その愛する人が誰であるかを突き止める決心をした。新一は、手紙の内容をもとに、女性の愛する人を探すための調査を開始した。彼は近所の人々に話を聞き、女性の過去を知ることに努めた。少しずつ彼女の人生が明らかになるにつれて、彼は彼女の愛する人が同じ町に住んでいた男性であることを突き止めた。その男性、佐々木一郎は今や高齢であり、静かな生活を送っていた。新一は彼に直接会いに行き、手紙のことを伝えた。一郎は驚きと悲しみを隠せず、涙を浮かべながら、彼女のことは決して忘れたことはない。と語った。新一は一郎と共に、亡くなった女性の霊を慰めるための儀式を行うことにした。彼らは古い神社を訪れ、霊を成仏させるための祈りを捧げた。儀式が進む中で、新一は再び不思議な現象に遭遇する。神社の境内に入ると、冷たい風が吹き、突然彼の目の前に女性の姿が現れた。その女性は静かに微笑み、新一と一郎に感謝の意を表した。そして、彼女の姿は徐々に消えていき、最後には完全に消え去った。新一と一郎は、彼女が成仏したことを感じ取り、安心とともに心に深い静けさを覚えた。儀式の後、新一は再び平穏な日常を取り戻すことができた。しかし、彼は一連の出来事を通じて、霊的な存在や過去の因縁に対する新たな視点を得ることになった。彼は町の人々と話し合い、霊的な問題に対する理解を深めるためのコミュニティを作ることを提案した。町の人々は新一の提案に賛同し、定期的に集まって霊的な話を共有するようになった。彼らは、過去に起きた不思議な出来事や霊に関する体験を語り合い、共に解決策を見つけるための方法を模索した。ある晩、新一は町の集まりで新たな話を聞いた。町の外れにある廃墟の屋敷で、夜な夜な奇妙な音が聞こえるという噂だった。新一はその噂に興味を持ち、調査をすることに決めた。彼は数人の仲間と共に、廃墟の屋敷に向かうことにした。屋敷に到着すると、彼らは中に入ることを決意した。屋内は薄暗く、
古びた家具や埃まみれの床が不気味な雰囲気を醸し出していた。新一たちは慎重に探索を進める中で、地下室への入り口を見つけた。地下室に降りると、彼らはそこに古い日記や手紙が散らばっているのを発見した。日記には、過去に屋敷に住んでいた家族の悲劇的な出来事が綴られていた。新一たちは、その家族の霊が今も屋敷に留まっている可能性を感じ取り、再び儀式を行うことを決めた。新一たちは、地下室で見つけた日記や手紙をもとに、屋敷の家族の霊を慰めるための儀式を行った。彼らは神社から祈りの道具を持ち込み、真夜中に地下室で儀式を始めた。儀式が進む中で、地下室の温度が急に下がり、周囲に冷たい風が吹き始めた。新一たちは、霊の存在を強く感じるようになった。その霊たちは、苦しみと未練を抱えていることがわかり、彼らの悲痛な声が響き渡った。新一は、家族の霊に向かって、あなたたちの苦しみを終わらせるためにここに来ました。どうか安らかに眠ってください。と静かに語りかけた。その瞬間、地下室は明るい光に包まれ、霊たちの姿が徐々に消えていった。家族の霊は、ついに成仏し、平和な安らぎを得た。新一たちは、霊たちが成仏したことを確認し、安堵の息をついた。彼らは廃墟の屋敷を後にし、再び平穏な日常に戻ったが、この出来事を通じて、霊的な存在と過去の因縁に対する深い理解を得ることができた。予知夢の呪縛。吉田加奈子は子供の頃から夢を見ることが多かった。しかし、彼女の夢は普通の夢とは違っていた。ある晩、彼女は巨大な津波が押し寄せる夢を見た。夢の中で、彼女は自分の家が波に飲み込まれ、人々が必死に逃げ惑う光景を目の当たりにした。目が覚めた時、加奈子はその夢の生々しさに震えた。数日後、東日本大震災が発生し、ニュースで津波の被害を目にした加奈子は、自分が見た夢と全く同じ光景に愕然とした。彼女の心には、この恐ろしい夢が現実になるという強烈な不安が刻み込まれた。その夜以来、加奈子は自分の夢に対して敏感になった。彼女は夢の中で感じた恐怖が現実になるのではないかという恐怖に苛まれ、夜に眠ることが怖くなった。しかし、眠りを避けることはできず、加奈子は再び予知夢を見始める。彼女の夢は次第に日常生活の細部にまで及び、彼女は予知夢の呪縛から逃れられなくなっていった。その後も、加奈子は日常生活の中で予知夢を見ることが多くなった。学校の授業や職場の風景など、些細な場面を夢で見て、それが現実になることがたびたびあった。夢の中で感じる感覚は非常にリアルで、現実と区別がつかないことが多い。彼女は夢の中で触れたものや、聞こえた声、香りまでもが現実と同じように感じられることに驚いた。ある日、加奈子は医師の診断を受けることになった。彼女は発達障害の治療を受けており、その過程で夢を予知する能力や共感覚の存在を知ることになった。医師は、夢で見たことが現実になるのは共感覚の一種かもしれないと説明した。共感覚とは、異なる感覚が結びつく現象であり、加奈子の予知夢もその一部である可能性があるという。医師からの説明を受けても、加奈子の不安は消えなかった。彼女は夢が現実になる理由を理解しようと努めたが、夢が持つ力とその影響を完全には制御できないことが怖かった。特に、
恐ろしい夢が現実になった場合の恐怖は計り知れなかった。ある晩、かな子は再び恐ろしい夢を見た。夢の中で、彼女は巨大なビルの崩壊に巻き込まれ、逃げ惑う人々の叫び声を聞いた。目が覚めた時、彼女はその夢を忘れようと必死になった。しかし、夢の映像は頭から離れず、不安と恐怖がかな子を支配した。かな子は、自分の夢が現実になるのを防ぐ方法を探すため、さらに多くの専門家に相談した。彼女は心理学者や霊能者、スピリチュアルカウンセラーなど、様々な分野の人々と話をした。ある霊能者は、かな子が夢の内容を他人に話すことで、その夢の力を弱めることができるとアドバイスした。かな子はその助言を信じ、親しい友人や家族に夢の内容を話すようになった。彼女の話を聞いた友人たちは、最初は信じられない様子だったが、次第にかな子の予知夢が現実になることを知り、協力してくれるようになった。かな子は夢の力を弱めることができると感じ、少しずつ不安が和らいでいった。しかし、ある日、かな子は再び恐ろしい夢を見た。夢の中で、彼女は自分が住んでいる町が大火災に見舞われる光景を目にした。目が覚めた時、彼女は再び恐怖に包まれた。彼女はすぐに家族や友人にその夢を話し、火災を防ぐために注意を呼びかけた。その夜、町の一部で小さな火災が発生したが、かな子の警告のおかげで早期に鎮火され、大事には至らなかった。かな子は、自分の夢が完全に防げたわけではないが、人々の助けを借りて大きな被害を防ぐことができたことに感謝した。かな子は、自分の予知夢の能力を受け入れ、恐怖に支配されるのではなく、その力を有効に使うことを決意した。彼女は、これからも夢を見続けるだろうが、その夢が現実になることを恐れず、前向きに生きていくことを誓った。その後、かな子は予知夢を通じて他人を助けることができるようになった。彼女は町の人々と協力し、夢の中で見た危険な状況を未然に防ぐための活動を始めた。彼女の予知夢は、時折恐ろしい映像を見せることがあったが、彼女はその夢を現実にすることなく、周囲の人々に警告を発することで被害を防ぐことができた。かな子は、予知夢の力が単なる恐怖の源ではなく、人々を守るための貴重な力であることを理解した。彼女は、自分の夢を信じ、未来を変える力を持っていることに気づいた。彼女の予知夢は、町の人々にとっても希望の象徴となり、かな子はますます多くの人々に信頼されるようになった。しかし、ある夜、かな子は再び恐ろしい夢を見た。夢の中で、彼女は町全体が巨大な地震に襲われる光景を目にした。建物が崩れ、人々が叫び声を上げて逃げ惑う様子が鮮明に映し出された。目が覚めた時、彼女はその夢のリアルさに震えた。かな子はすぐに家族や友人にその夢を話し、町の人々に警告を発することを決意した。彼女は町の防災担当者に連絡を取り、地震に対する備えを呼びかけた。人々は最初は半信半疑だったが、過去のかな子の予知夢が現実になったことを思い出し、彼女の言葉を信じて準備を始めた。その数日後、実際に地震が発生した。しかし、かな子の警告のおかげで、多くの人々が事前に避難し、被害を最小限に抑えることができた。町は地震によって大きな損害を受けたが、人的被害はほとんどなかった。かな子は、自分の予知夢が再び人々を守ることができたことに安堵した。彼女の夢は、彼女自身だけでなく、
多くの人々にとっても希望と安心の象徴となった。彼女は、これからも自分の能力を信じて、人々を守るために尽力することを決意した。かな子は、予知夢の力を恐れるのではなく、それを受け入れ、前向きに生きていくことを誓った。彼女の夢は、彼女自身の成長とともに、ますます多くの人々に希望を与える存在となった。佐渡島の霊障。森田家は夏の家族旅行として佐渡島を訪れることを決めた。父の光一、母の美和、高校生の息子翔太と中学生の娘舞の4人家族は歴史と自然が豊かな佐渡島での旅行を楽しみにしていた。彼らは島の観光地を巡り、美しい風景と歴史的な場所を堪能する予定だった。旅行初日、森田家は島の観光スポットを巡りながら、地元の美味しい料理を楽しんだ。彼らは特に神社巡りを楽しみにしていた。佐渡島には多くの歴史的な神社があり、その神秘的な雰囲気に魅了されていた。神社の静寂と古びた建物に、歴史の重みを感じた。夜が更け、森田家は宿泊先の古い旅館に戻った。旅館は歴史を感じさせる趣のある建物で、家族全員がその雰囲気を楽しんでいた。だが、夜中に恐ろしい出来事が起こった。深夜、翔太は突然金縛りに遭い、目を開けると白い顔をした幽霊が彼の前に現れた。彼は全く動けず、恐怖に凍りついたまま時間が過ぎていった。翌朝、翔太は家族にその出来事を話した。驚いたことに、母親の美和も同じように金縛りに遭い、同じ幽霊を見たという。家族全員が不安を抱えながら朝食をとった。彼らはその後も神社巡りを続けたが、どこか落ち着かない気持ちでいっぱいだった。その日の午後、森田家は島の南部に位置する古い神社を訪れた。神社の境内は静寂に包まれ、厳かな雰囲気が漂っていた。前は境内を歩いていると、突然寒気を感じた。彼女は周囲を見回したが、誰もいない。だが、確かに誰かに見られているような気配がした。彼女はその気配に不安を感じ、早くその場を離れたいと思った。神社の本殿に進むと、森田家はそこで奇妙な体験をした。本殿の前で手を合わせていると、急に強い風が吹き、周囲の木々がざわめいた。美和はその瞬間、背筋に冷たいものを感じた。彼女は振り返り、誰もいないことを確認したが、どこか不安が拭えなかった。旅行最終日、森田家は地元の人々から神社や旅館にまつわる霊的な噂を聞いた。地元の人々によれば、佐渡島には霊的な力が強い場所が多く、多くの人々が怪奇現象を体験しているという。彼らは、森田家が泊まった旅館や訪れた神社もその一部であり、過去にそこで多くの人が恐ろしい体験をしていると話した。佐渡島の古い神社や旅館は、かつて多くの悲劇の舞台となった場所が多いと言われていた。地元の伝承によれば、戦国時代や江戸時代に多くの戦乱や事件が起こり、そこで命を落とした人々の霊が今もなおさまよっているという。森田家はその話を聞いてさらに不安を感じたが、旅行を終え帰宅することにした。彼らは帰宅後も不気味な出来事が続くのではないかと心配していたが、その予感は的中した。家族全員が帰宅後、奇妙な現象が続いた。夜になると、家族全員が金縛りに遭うようになり、幽霊を見るという恐ろしい体験を続けた。
森田家は地元の霊能者に相談し、お祓いを受けることを決意した。霊能者は森田家の家を訪れ、家と家族全員の浄化を行った。霊能者は、佐渡島での出来事が家に影響を及ぼしていると説明し、丁寧にお祓いの儀式を行った。お祓いの儀式は厳粛に行われた。霊能者は家の隅々まで祓い清め、家族全員に対しても浄化の儀式を行った。彼は、佐渡島での霊的な力が強すぎて、家族全員に取り付いてしまったと説明した。祓いの最中、家族全員が何かが剥がれ落ちるような感覚を味わった。お祓いが終わった後、家族は徐々に平穏を取り戻し始めた。金縛りも収まり、幽霊を見ることもなくなった。森田家は、霊的な力が強い場所での体験が、どれほど影響を及ぼすのかを身をもって知った。彼らは再び平穏な日常に戻り、安心して過ごせる日々を取り戻した。森田家は、佐渡島での恐怖体験を忘れずに、再び霊的な場所を訪れることを避けるようになった。彼らは旅行中の出来事が家族の絆を強めたと感じ、互いに助け合うことの大切さを再確認した。彼らはこれからも旅行を楽しむつもりだったが、霊的な場所には十分に注意を払うことを誓った。森田家は、この体験を通じて、見えない力の存在を信じ、心の平穏を大切にすることを学んだ。彼らの生活は再び平穏を取り戻し、家族全員が安心して過ごせる日常が戻ってきた。しかし、佐渡島での不思議な出来事は、彼らの心に深く刻まれ、忘れることのない思い出となった。消えたお供え物の謎。高橋真奈は毎朝、近所の神社にお参りするのが日課だった。彼女は静かな境内で手を合わせ、家族の健康や日々の感謝を祈ることで心の平安を保っていた。特に何も変わったことはなく、毎日のルーティーンの一部として彼女はその行動を繰り返していた。ある日、マナはいつものようにお参りに出かけようとして、ふとお供え物を持って行こうと思った。彼女は家の中で果物やお菓子を用意し、丁寧に包んで出発の準備を整えた。しかし、いざ家を出ようとすると、お供え物が見当たらないことに気づいた。マナは家の中を探し回ったが、どこにも見つからなかった。最初は気のせいかと思ったが、次の日も同じことが起こった。お供え物を用意しても、家を出る直前で消えてしまうのだ。何度も同じことが繰り返されると、マナの心には不安が募り始めた。彼女は家族に相談することにした。夫のケンジと息子の大輝も、マナの話に耳を傾けた。すると、ケンジが驚いた表情で、実は俺も同じ経験をしている。と言い出した。大輝もまた、友達のために用意したプレゼントが消えたことが何度かあったという。家族全員が同じ現象を経験していたのだ。家族は一体何が起こっているのか理解できず、困惑した。マナは心配になり、近所の友人にも相談してみたが、同じような経験をした人はいなかった。家の中に何か異変が起きているとしか考えられなかった。その日の夜、マナはお供え物が消える瞬間を見逃さないようにと、玄関の近くで見張ることにした。彼女はお供え物を玄関に置き、目を離さずに見守った。すると、急に部屋の電気が一瞬だけ暗くなった。電気が戻ると同時に、お供え物が忽然と消えてしまったのだ。驚きと恐怖がマナを襲った。彼女はその場で立ち尽くし、何が起こったのか理解できなかった。
家族にそのことを話すと、賢治も大輝も同じように驚き、これが単なる偶然ではないことを確信した。マナは最終的に、地元で評判の霊能者、田中先生に相談することにした。田中先生は家を訪れ、家族全員の話を丁寧に聞いた。田中先生は家の中を見渡しながら、この家には何かが取り付いているようですね。と言った。田中先生は、家全体をお祓いすることを提案した。彼は特別な儀式を行い、家の中を清める準備を始めた。お祓いの儀式は厳かに行われ、家族全員が神妙な面持ちで見守った。田中先生は家中を清め、取り付いていた霊を追い払うための呪文を唱えた。儀式が進む中で、家の中の空気が一変した。まるで重苦しい何かが取り除かれたかのように、家の中が軽く感じられた。田中先生は、これで大丈夫です。もうお供え物が消えることはないでしょう。と言った。家族はほっと胸をなで下ろし、感謝の気持ちでいっぱいだった。お祓いが終わった後、高橋家の生活は徐々に平穏を取り戻し始めた。マナは再びお供え物を用意して神社へ行くことができるようになった。賢治と大輝も、それぞれの生活に戻り、奇妙な現象は起こらなくなった。家族はお祓いの効果を実感し、霊的な存在の影響を再認識した。マナは、霊能者の助けがあってこそ、私たちの生活が戻ったんだ。と感謝の気持ちを語った。家族全員が、お祓いの重要性と霊的な力の存在を深く理解するようになった。ある日、マナは神社に再びお参りに行った。境内で手を合わせると、心の中に安らぎが広がった。この出来事を通じて、高橋家は霊的な存在が現実に影響を与えることを痛感した。彼らは、お供え物が消える不思議な現象を経験し、それを解決するために霊能者の助けを借りた。お祓いによって、家族は再び平穏な日常を取り戻すことができた。マナは毎朝の神社へのお参りを続けながら、家族の絆が強まったことを感じた。彼女は、この体験が家族にとって貴重な教訓となり、互いに助け合うことの大切さを再確認した。高橋家は、再び霊的な場所を訪れる際には十分に注意を払うことを誓い、心の平安を大切にすることを学んだ。彼らの生活は再び平穏を取り戻し、安心して過ごせる日常が戻ってきた。しかし、この出来事は彼らの心に深く刻まれ、忘れることのない思い出となった。階段の足音。美咲は高校の2年生。彼女が通う学校では、夜遅くになると校舎内の階段に幽霊が出るという噂が囁かれていた。その噂は、長年にわたって生徒たちの間で語り継がれていた。特に人気のない夜の校舎で、誰もいないはずなのに足音が聞こえるという話だ。美咲はその噂を半信半疑で聞いていたが、心のどこかで興味を持っていた。ある日、美咲は友達の山田亮太と一緒に部活を終えて遅くまで残っていた。二人は部活の後片付けを終え、帰り支度をしていたが、校舎の一番奥にある階段を使って帰ることになった。美咲も亮太も、その噂の階段を使うのは初めてだった。二人は階段を登り始めた。夜の静寂の中で、彼らの足音だけが響く。しかし、ふと後ろからもう一つの足音が聞こえてきた。美咲は驚いて振り返ったが、
誰もいない。亮太も不安そうに周りを見渡したが、やはり誰もいなかった。気のせいかな。と美咲が言うと、亮太も、そうだといいけど、大丈夫なんじゃないかな。と答えた。しかし、二人が再び階段を上り始めると、また後ろから足音が聞こえた。今度は確実に聞こえる。それも二人の足音に重なるようにして、二人は恐怖に駆られ、急いで階段を駆け上がった。足音は彼らの後を追うように続いていた。ついに階段を駆け上がりきり、その場を離れると、足音も止まった。二人は恐怖で心臓がバクバクしていたが、無事に校舎を出ることができた。その夜、美咲はベッドで考え込んでいた。彼女は何度もあの足音を思い出し、誰もいないはずの場所で感じた不気味な気配を忘れることができなかった。翌朝、彼女は亮太に電話をかけ、もう一度話し合うことにした。翌日、美咲と亮太は学校でその出来事について話し合った。美咲が、昨日の足音、やっぱりおかしかったよね。と言うと、亮太も、誰もいないのに聞こえたのは確かだ。と同意した。二人は他の友達にもその話をすると、驚いたことに、他の友達も同じような体験をしていたことが分かった。俺もあの階段で同じことがあった。と一人の友達が言い出し、他の友達も、私も聞いたことがある。と話し始めた。彼らの体験談を聞くうちに、美咲と亮太はますます幽霊の存在を確信するようになった。その後、美咲は学校の図書館で学校の歴史を調べることにした。彼女は古い新聞記事や学校の記録を探し、ついにある事実を見つけた。昔、この学校では事故があったことが記録されていた。その事故で亡くなった生徒がいたのだ。事故は、放課後に体育館で起こり、亡くなった生徒が最後に通ったのがあの噂の階段だった。この情報を知った美咲は、友達にその事実を伝えた。皆は驚き、そして恐怖を感じた。亡くなった生徒の霊が今も階段に現れるという噂が、ただの作り話ではなく、実際の出来事に基づいていることを知ったからだ。現在でも、その階段では時々足音が聞こえることがあり、生徒たちはその階段を避けるようになった。美咲と亮太は、できるだけその階段を使わないようにしていたが、時折好奇心に駆られて様子を見に行くこともあった。ある日、美咲は放課後に亮太と一緒に再びその階段を訪れることにした。二人は慎重に階段を上りながら、周囲の気配を感じ取ろうとした。夜が近づき、校舎内はますます静まり返っていく。その時、またしても後ろから足音が聞こえた。美咲と亮太は息を飲んで振り返ったが、やはり誰もいなかった。しかし、足音は止まらない。それどころか、ますます近づいてくるように感じられた。二人は恐怖に駆られ、再び階段を駆け上がった。足音は彼らを追うように続いていたが、ついに階段を駆け上がりきり、その場を離れると、足音も止まった。その夜、美咲は再び考え込んでいた。彼女はこのままではいけないと思い、亮太と一緒に先生に相談することを決意した。彼女たちは翌日、担任の先生にその出来事を話し、先生もまた驚きとともにその話を聞いた。その後、学校はこの噂に対して正式な調査を開始した。校長や教職員もこの現象に対して真剣に取り組むことになった。校内での怪奇現象が広く知られることになり、さらに多くの生徒がその階段を避けるようになった。美咲と亮太は、この出来事を通じて、見えない力の存在を信じるようになった。
彼らは学校の歴史や幽霊の噂に対する理解を深め、他の生徒たちにもその話を伝えることで、幽霊の噂がただの噂ではないことを知ってもらおうとした。彼らはまた、自分たちの体験が他の生徒たちにとっても重要な教訓になることを願った。幽霊の存在を信じるかどうかは個人の自由だが、彼らの体験は確かに現実のものだったのだから、この体験を通じて、美咲と亮太は勇気と友情を深めることができた。彼らは、恐怖に立ち向かうことができる強さを学び、これからもお互いを支え合うことを誓った。影に疲れて。田中奈美は夫の隆一と小学生の娘、七海と共に新しい家に引っ越してきたばかりだった。新しい家は郊外の静かな住宅街にあり、家族全員が新しい生活に胸を躍らせていた。しかし、引っ越し初夜から、奈美は何かが違うと感じ始めた。深夜、家全体が静まり返った中で、どこからか奇妙な音が聞こえてくるのだ。天井からカタカタと物が揺れる音や、廊下を誰かが歩くような足音が響いていた。奈美は最初、気のせいだと思おうとした。しかし、毎晩同じような音が続くと、次第にその不気味さが心に染み込んできた。ある夜、彼女は廊下の奥から感じる冷たい気配に身震いした。まるで誰かが彼女を見ているような、そんな感じだった。引っ越しから1週間が過ぎたある夜、奈美は初めて金縛りにあった。深夜、彼女は突然目を覚まし、体が動かないことに気づいた。目だけが動き、部屋の暗がりに目を凝らすと、そこに不気味な影が立っているのが見えた。その影はじっと奈美を見つめていた。奈美は恐怖に凍りつき、声を出すこともできなかった。翌朝、奈美は隆一と七海にそのことを話したが、二人は奇妙な現象を一切経験していないと言った。家族は心配し、奈美にお祓いを受けることを勧めた。しかし、奈美は自分が神経質になっているだけだと思い込み、しばらくは放っておくことにした。しかし、その後も奇妙な現象は続いた。奈美は夜中に何度も金縛りに遭い、毎回同じ不気味な影を見た。さらに、耳元で、助けて、という囁き声が聞こえるようになり、恐怖は一層深まった。彼女は次第に眠ることが怖くなり、夜が来るのを恐れるようになった。奈美はついに限界を迎え、家族の助言に従って地元で評判の霊能者、山田先生に相談することにした。山田先生は電話越しに話を聞き、すぐに訪問することを約束した。山田先生が家に到着すると、奈美は彼に家中を見せて回った。山田先生は家の中を慎重に見渡し、何かを感じ取るように黙って歩き回った。最終的に彼はリビングルームで立ち止まり、この家には何かが取り付いています。と断言した。山田先生は、家全体をお祓いすることを提案した。彼は特別な儀式を行い、家の中を清める準備を始めた。お祓いの儀式は厳かに行われ、家族全員が神妙な面持ちで見守った。山田先生は家中を清め、取り付いていた霊を追い払うための呪文を唱えた。儀式が進む中で、家の中の空気が一変した。まるで重苦しい何かが取り除かれたかのように、家の中が軽く感じられた。山田先生は、これで大丈夫です。もう奇妙な現象が起こることはないでしょう。と言った。家族はほっと胸をなで下ろし、感謝の気持ちでいっぱいだった。
お祓いが終わった後、田中家の生活は徐々に平穏を取り戻し始めた。ナミは再び安心して眠ることができるようになった。雄一も七海も、それぞれの生活に戻り、奇妙な現象は一切起こらなくなった。家族はお祓いの効果を実感し、霊的な存在の影響を再認識した。ナミは、霊能者の助けがあってこそ、私たちの生活が戻ったんだ。と感謝の気持ちを語った。家族全員が、お祓いの重要性と霊的な力の存在を深く理解するようになった。しかし、ナミはふと気づいた。引っ越してくる前に住んでいた家でも、同じような現象があったことを、彼女は以前の家でも夜中に奇妙な音を聞き、時折金縛りに遭っていた。しかし、引っ越しの忙しさに紛れて、それを忘れていたのだ。ナミは再び霊能者の山田先生に相談することにした。山田先生は彼女の話を聞き、もしかすると何かがあなたについてきたのかもしれませんね。と言った。彼はナミ自身のお祓いを提案し、特別な儀式を行うことを約束した。ナミはその夜、山田先生の指示に従い、家族と共に特別な儀式を受けた。儀式の最中、ナミは強い光に包まれ、心の中の不安や恐怖が一瞬で消えていくのを感じた。山田先生は、これで大丈夫です。あなたを取り巻いていた悪いものはすべて浄化されました。と言った。その後、田中家は再び平穏な日常を取り戻した。ナミも龍一も七海も、奇妙な現象に悩まされることはなくなった。彼らはこの体験を通じて、霊的な存在が現実に影響を与えることを実感し、霊能者の助けに感謝した。ナミは毎日の生活を通じて、家族の絆が強まったことを感じた。彼女は、この体験が家族にとって貴重な教訓となり、互いに助け合うことの大切さを再確認した。田中家は、再び霊的な場所を訪れる際には十分に注意を払うことを誓い、心の平安を大切にすることを学んだ。彼らの生活は再び平穏を取り戻し、安心して過ごせる日常が戻ってきた。しかし、この出来事は彼らの心に深く刻まれ、忘れることのない思い出となった。拭き取りの老婆。春の暖かい陽気に誘われて、中村恵美は地元の山へ吹きを取りに出かけることにした。毎年春になると、彼女はこの山に訪れ、自然の恵みを楽しむのが恒例となっていた。今年もまたその季節がやってきた。山道を歩くと、新緑の香りが漂い、鳥のさえずりが心地よく響いていた。人影はなく、静かな山の中でのひとときは、恵美にとって特別な時間だった。山道を進むと、道が次第に狭くなり、木々が生い茂る中を歩いていく。吹きを見つけるたびに立ち止まり、そのみずみずしい葉を摘んでいった。山は静寂に包まれており、ただ鳥の声と風の音だけが聞こえてくる。恵美はこの自然の静けさに心を癒されていた。吹きを摘む手を止めたとき、ふと背後に誰かの視線を感じた。彼女はゆっくりと振り返ったが、そこには誰もいなかった。不思議な感覚に首をかしげながらも、再び吹きを摘み始めた。吹きを摘んでいる最中、不意に後ろから気配を感じた。振り返ると、そこには古い着物をまとった老婆が立っていた。老婆は恵美に向かってにっこりと微笑み、今日は良い天気だね。と声をかけてきた。驚いた恵美は、一瞬言葉を失ったが、すぐに、そうですね。本当に気持ちのいい日です。と挨拶を返した。
老婆はさらに話しかけてきた。この山は昔から良い吹きが取れるんだよ。でも、奥へ進むのはやめた方がいい。老婆の言葉に不思議な感じを抱いたエミは、どうしてですか？と尋ねた。老婆は静かに答えた。この山の奥には、昔大きな火事があってね、多くの人が亡くなったんだ。今もその霊がさまよっていると言われているんだよ。老婆の話を聞いている間、エミはなぜか寒気を感じ、背筋がゾクゾクとした。老婆の目はどこか遠くを見つめるようで、その話には不思議な説得力があった。エミはその言葉を心に留め、奥へ進むのをやめることにした。彼女は取った吹きをまとめ、山を下り始めた。家に帰ると、エミは老婆の話が気になり、山の歴史について調べることにした。地元の図書館で古い記録を調べると、その山で確かに大きな山火事があったことが分かった。火事は大正時代に起こり、多くの人々が逃げ遅れて命を落としたという。エミはその事実に衝撃を受けた。同時に、あの老婆が本当に存在したのか、あるいは彼女が霊だったのかという疑念が浮かんだ。彼女はあの老婆の優しい笑顔を思い出しながら、あの言葉が頭から離れなかった。その夜、エミは夢を見た。夢の中で彼女は再び山を訪れていた。そこには再びあの老婆が現れ、気をつけて、と囁いた。その声はどこか悲しげで、エミはその声に導かれるように夢の中で山の奥へ進んでいった。翌日、エミは家族に山での出来事を話した。家族もまた驚き、老婆の言葉がただの偶然の出会いではないことに気づいた。特に母親は、昔からその山には霊が出ると言われていたんだよ。あんたが会ったのは、その霊だったのかもしれないね。と話した。エミはさらに詳しく調査を進めることにした。再び図書館を訪れ、火事で亡くなった人々のリストを探した。その中には、老婆と同じ名前の女性が含まれていた。彼女は村の長老で、火事の際に多くの人々を避難させようとしたが、自分は逃げ遅れて命を落としたという記録があった。この情報を知ったエミは、あの山で出会った老婆が、その長老の霊だったのではないかと考えるようになった。彼女は霊が自分に忠告してくれたことに感謝し、その思いを胸に刻んだ。その晩、再び夢を見た。夢の中で彼女は老婆と再会し、老婆は、ありがとう。と、微笑んだ。エミはその微笑みに安心感を覚え、目が覚めた時には心の中が温かく満たされていた。この出来事を通じて、エミは霊的な存在と過去の出来事に対する考え方を深めた。山での体験は彼女にとって忘れられないものとなり、自然の中に潜む見えない力の存在を感じるようになった。それ以来、エミは山に行くたびに老婆のことを思い出し、その忠告に感謝の気持ちを捧げた。彼女は霊的な存在を恐れるのではなく、敬意を持って接することの大切さを学んだ。春の山での不思議な体験は、エミにとって特別な教訓となり、彼女の人生観を大きく変えるきっかけとなった。自然と共に生きることの意味を深く理解し、心の平安を得たエミは、これからも静かな山を訪れるたびに、あの老婆との出会いを思い出し続けるだろう。そして、彼女はその体験を家族や友人に語り継ぎ、自然と共に生きることの大切さと、見えない存在への敬意を伝え続けた。エミの心には、いつもあの春の日の山の静寂と、老婆の優しい微笑みが刻まれていた。